2019年4月3日、トヨタ自動車が1枚の発表を出します。ハイブリッドを中心とする電動車関連の特許、約23,740件の実試験を無償で開放する。20年余り守り続けてきた技術の城壁を王者は自ら開けました。これは宝を配った会社の話に見えて、宝を釣った会社の話です。第17形、宝線引玉。線を投げて玉を引く。本編の色を先に決めておきます。金は玉。主導権と現物の供給です。灰は線。手放される紙の権利。約23,740件です。そして赤は投げる決断の瞬間。合わせて種も先に明かしておきます。この日の発表。同じ1枚のリリースに無償の線と優勝の玉が最初から同居していました。それがこの話のすべての鍵になります。実は投げるのは2度目でした。2015年1月6日、家電見本市 CES の会場でトヨタは燃料電池自動車 FCV 関連の特許約5,680件の無償開放を発表しています。市場の立ち上げ期に限る期限付きの開放でした。4年後の約23,740件は突然の思いつきではありません。小さく投げて確かめてから大きく投げる。2度目の投擲です。ただには手続きがありました。無償といっても申し込み、協議し、契約を結ぶ方式です。期限は2030年末まで。そして同じ発表にはもう一つの施策が併記されています。電動車のシステムを購入するメーカーへ車両ごとのチューニングなどの技術サポートを有償で行う。線は投げっぱなしではない。拾うものと必ず握手する設計でした。線の中身を開いてみます。2019年3月末時点の内訳は6つ。モーター約2,590件。PCU 約2,020件。システム制御が約7,550件。エンジントランスアクスル約1,320件。充電機器約2,200件。そして最多は意外にも燃料電池関連の約8,060件。2015年に開放した分を含む数字です。ハイブリッドの発表に見えて、線の山の頂は水素でした。なぜ無償なのか。ここからは構造の読解です。仮説は3つ。第1に、紙の権利を配る限界費用はほぼゼロであること。第2に、仲間が増えるほど部品と企画の商売が太ること。第3に、契約方式なら誰が線を拾ったかが見えること。なお、2014年のテスラの特許宣言は、訴えないという非係争の宣言であり、ライセンスではありません。トヨタが選んだのは、契約で握手する方でした。もう一度、あの1枚に戻ります。上の段、施策1、特許の実験権を無償で。下の段、施策2、システムの販売と技術サポートを有償で。線は紙の権利です。玉は現物の商売。モーターや PCU といったシステムの外販と企画の主導権です。寺志茂樹副社長は言いました。今こそ協調して取り組む時だ。一枚の紙の上で協調と商売は最初から隣り合っていました。線を拾ったものが現れます。2020年10月15日、日本経済新聞が報じました。トヨタがハイブリッドの基幹システムを中国の広州記者集団、広記に供給する。海外企業への HV 技術の外案は初めてのことです。報道はこうも指摘しました。特許を公開されても制御ソフト込みのユニット全体は相当の技術がなければ作れない。線だけでは玉は作れないのです。ここまでを一行にします。紙の権利を投げて現物の商売を連れ。線はタダで配れますが、玉は線を拾ったものからしか出てきません。この知恵の名前は、1000年余り前、一つの寺の壁に書かれた2行の詩から生まれたと語られています。36形の第3部、後線形。その5番目に、
この桂は置かれています。第17桂、宝泉引玉。原文は言います。類をもってこれを誘い、網を打つなり。似たものを差し出して誘い、目の曇った相手を打つ。ただし、桂の名前そのものは、兵法の言葉ではありません。由来とされるのは、唐の時代の二人の詩人の逸話です。桂の構造は三つの動きでできています。投げる。惜しくない線を先に手放す。手元の玉は渡しません。響かせる。線の落ちた音を拾ってほしい相手にまで届かせる。無言の解放は解放になりません。引く。線を拾ったものからしか出てこない玉を静かに引き寄せる。要は3番目です。線は玉への入り口として投げられます。唐の時代の話です。霊岸寺という古い寺に詩の名手と謳われた長歌が訪れる。それを聞きつけた詩人がいました。常見です。彼はその司祭を慕い、先回りして、寺の壁に2句だけを書き残します。神阿宮のほとり、10年の寺。水広く、句も多くして、客の怒ること稀なり。そこで筆を止めました。詩はわざと半分のままです。長歌が壁の前に立ちます。半分だけの詩を名手は見過ごせませんでした。筆を取り、後の2句を継ぎます。菊奈落、春来たりて、ますます中長。百花二きところ、一層変える。前の2句をはるかに超える結びでした。拙い線を先に投げて、相手の玉を引き出す。宝泉引玉。線を慣れて、玉を引く。桂の名は、この逸話から来たと語られます。ただし、正直に添えます。実はこの二人、活動した年代がおよそ100年ずれています。条件が超過を待ち受けることはできません。この逸話は史実ではなく、後世の作り話、桂につけられた由来譚と交渉されています。それでも、と人々は語り継ぎました。拙いものを先に差し出して、優れたものを引き出す。兵法家は、この方を戦場に移します。似た餌で誘い、曇った目を打て。現代の盤面に戻ります。玉はどこまで釣れたのか。外藩は後期への供給として形になりました。規模の裏付けもあります。ハイブリッドの世界累計は2017年1月末で 1004.9 万台。トヨタ調べの数字です。電動車の全体では2022年2月末に累計2000万台。こちらは HV、PHV などの合算です。ただし、正直に起きます。無償の線を何社が拾ったのか。この K の限界も置いておきます。EV への移行が早まれば、ハイブリッド特許という線の資産価値そのものが相対化していきます。線の値打ちは投げた側ではなく、時代が決めるのです。外販は実現し、ハイブリッドの需要は2025年の過去最高販売を牽引したと報じられました。それでも、玉の回収が投じた線に見合ったのか、その決算はまだ出ていません。そしてもう一つ、トヨタが玉を狙って線を投げたと断じる記録もまたどこにもないのです。第17形、宝泉引玉。投げる線は惜しくないものを、響かせる音は拾うものに届くように。引く玉は契約という握手の先に、配って釣る形は接点があって初めて成立します。次回第18形、金属金王。世界最大の王一人を取りに行った台湾の攻防の話。宝泉形最終話です。次に、無償という言葉を見かけたら、一度だけ紙の裏を覗いてみてください。線のそばには、大抵玉の置き場所が先に用意されています。第17形、宝泉引玉でした。また、次の形で、